努力ができるという遺伝子を持ってるやつが努力しないやつらが悪いって言ってるのって、いやいやあんたそれ遺伝子のおかげだよっていうのを無視しちゃってるんですよね。貧乏人ほどいいやつで金持ちは性格の悪いやつが多いっていう漫画の世界観で思いがちなんですけど、金持ちの息子って余裕があるから性格いいんですよ。努力は親ガチャに勝てるか、もうすぐ受験シーズンを迎える中、東大卒大に出るが、勉強はこの世界で唯一努力が報われる分野なのに環境のせいにして努力しない人間嫌いと言ってました。確かに人の身に努力すれば凡人でも現役でマーチやる超効率ぐらいいけそうですが、ひるさんの切り抜きとしては大学受験で親ガチャと努力のどちらが大きいと思いますか？親ガチャの方が大きいです。努力ができるというのも遺伝の影響であるっていうのが割と最近言われてることなので、努力ができるという遺伝子を持ってるやつが努力しないやつらが悪いって言ってるのって、いやいやあんたそれ遺伝子のおかげだよっていうのを無視しちゃってるんですよね。なので例えばその大谷翔平さんが努力をしたら俺みたいに MVP をメジャーリーグで取れるんだって言われたとしても、いやいや確かに努力はしたと思う。でも努力だけではそこまでいけない人が世界中にいっぱいいるわけじゃないですか。多分その大谷翔平さんになれなかったメジャーリーガーとか日本のプロ野球選手とか多分同じように努力してると思うんですよ。でもいくら努力してもやっぱりなれない人はなれないっていうのがあるので、努力をする能力っていうのも実は遺伝で決まってるというので、努力は誰にでも平等にできるって言ってる人は大抵自分が努力できる遺伝子を持ってるタイプなんじゃないかなと思いますけど、例えば片頭痛持ちの人っていうのがいて、季節柄とか気圧が変わった時とかアホみたいに頭が痛くなるらしいんですよ。僕持ってないのであんま気にならないんですけど、で片頭痛持ちの人がじゃあ集中して勉強しようって言ってもやっぱり頭ずっと痛いと30分間集中するってことができないんですよ。頭痛いが気になっちゃうわけじゃないですか。何か記憶しなきゃいけないと思って、で殴られたような痛みが突然来るってなると、それなんか覚えてることを忘れちゃうじゃないですか。でそういう症状を持ってる人の前に努力をすればできるよ、東大でも努力すれば誰でも受かるんだって、お前片頭痛持ちになってみろって話なんですよ。でこれ生理痛とかもそうで、男性の場合生理痛がないので基本的にはあんまり分かんないですけど、女性も軽い人もいるんですけど、重い人になるとやっぱりその生理の最中というのは体調が悪くなって記憶するどころじゃないよねってなっちゃうんですけど、それを乗り越えた上でじゃあ同じテストをやりますっていうので受かりましたっていう人は、何も乗り越えてない人と乗り越えてきた人でやっぱりハードル違うんですよね。なのでなんか一概に誰でもこういうことができるはずだっていうのを見極めは良くないんじゃないかなと思うんですけど、サッカーで5大陸でプロで活躍して、日本のサッカーの世界大会なんていうんだっけ、名前忘れちゃった。いや本田圭佑さんね。で本田圭佑さんがサッカーすごいよねっていうのは確かに本田圭佑さんもめちゃめちゃ練習してるんですよ。それは事実です。でも本田圭佑さんのおじさんって日本でオリンピックでボートだか重量挙げだとかでオリンピック出てる人なんですよ。なので結局遺伝子的にオリンピックに行けるような、ワールドカップね、オリンピックに行けるような遺伝子を持っているという過程で育ったっていうのもやっぱり重要な要素なんですよ。で確かお兄さんだかも海外でサッカープレイしてるはずなんですよね。っていうのもあったりするので、なんだかんだ言って本田さんは確かに努力はしてるけど、でも遺伝子の影響ってあるよねっていう至極当たり前の話じゃないかなと思うんですけども、はい、頭の良さと性格の良さやコミュ力はほぼ反比例すると思います。思いません。ひろくしどう思いますか？思いません。なんだろうな、漫画的な世界観の人だと否定したがるかもしれないですけど、僕が知る限り頭がいいやつは大体性格がいいです。で頭がいいやつはコミュ力も高いです。なので金持ちの子供って頭良くて性格良くてコミュ力高いやつ多いですよ。貧乏人ほどいいやつで金持ちは性格の悪いやつが多いっていう漫画の世界観で思いがちなんですけど、金持ちの息子って余裕があるから性格いいんですよ。例えばじゃあ物壊しましたって言って、あ、いいよいいよいいよ全然買うからって、これ金持ちは言えるんですよ。貧乏人は物壊したらめちゃめちゃ切れるんですよ。それ超高かったんだからみたいな。なので余裕のあるやつほど性格が良くて、で若い金持ちほどいろんな人と会ってるから、いろんな人のコミュニケーションの仕方知ってるんですよね。年上から年下から。で割と丁寧に教えてくれる人とか家庭教師とかついてたりして、割と勉強もできるし人当たりもいいし余裕もあるから性格もいいし、でいろんなタイプの人になってくれるコミュ力もあるっていうのがあって、残念ながら頭の良さと性格力コミュ力はね結構比例するんですよ。はい、いやなんかね笑っちゃったんですけど、頭が悪いのって治らないよねっていう
頭が悪いはね、病気ではないから、治るものではないんですよ。ちょっとずつ頭が良くなるのはあったとしても、なんかいきなりこうボーンって治って、いきなり頭良くなるとかないんですよ。なので頭が悪い人はちょっとずつ頭を良くするしかないんじゃないかなと思うんですけど、西原理恵子さんのご息女が虐待を受けていたとブログで報告されました。具体的には漫画に描かないという約束を破った。小学生の時同意を得ず二重の整形をされた。兄には留学をさせたり大学も10年選ばせたのに、娘には自費で大学に行けと言った。りょうきさん、この親子関係についてどう思いますか？いやだから西原さんがもともと田舎の女の人で、女の人は教育を受ける必要ないよねっていうのを言われて育ってしまった人で、実力で割と状況を出してしまった人なので、男は学校に行くのは当然だけど、女は別に行く必要ないよねみたいなことを思っちゃうタイプなんだと思うんですよね。で、いい悪いかっていうのってかわいそうではあるんですけど、ただそれって家庭のお金の使い方はその人個人の問題なんですよ。じゃあ兄弟が3人いました。で次男がめちゃめちゃ可愛いから次男にだけすげえ投資をするし、次男にはプレゼントあげる。でも三男にはあんまりプレゼントあげません。これが違法かっていうと合法なんですよ。エコひいきをすることというのは日本の法律上合法なんですよ。子供であれ。なのでかわいそうだよねとは思うんですけど、ただそれがじゃあ法に触れるかっていうと結構難しくて、で整形手術に関してだけはある程度法に触れるという形で訴えることが可能な場合もあるんですけど、でも多分もう子供が昔は OK って言ったけど今になって嫌だって言ってるよねみたいなことを言われちゃうと、子供がその時に嫌がっていた証拠みたいなの出すのやっぱり難しいので、なので結局のところ泣き寝入りっていうのになっちゃうんですよね。毒親っていう表現があるんですけど、おかしな親に親ガチャでね、おかしな親に当たってしまった時にそれを覆すのってかなり難しいんですよ。どの国の人であれ。なので親ガチャがうまくいかなかったっていうのはもうしょうがないよねにしかならないですよね、日本の場合は。いや、よほどおかしな親で法に触れるようなことやってるとこであれば児童相談所に行ってなんとか引き離してもらうとかっていうのも可能なんですけど、もしご本人が相談してるのであればもうなんか手首切ってメンタル病んでますみたいな形にして児童相談所に行って、親と一緒に住んでるともう自殺したくなっちゃうんですみたいな形で独立を目指すっていうのもアドバイスも可能なんですけど、やっぱ赤の他人で第三者からこうした方がいいんじゃないっていう話でもないんじゃないかなと思いますけど。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。